世界一面白いアクション RPG、これを目標にゲームを作ります。突然ですが、皆さん HP ゲージとか MP ゲージって好きですか？僕は嫌いです。戦闘中にどうしてもね、残りの体力とか MP がどれくらいあるかって知りたくなる瞬間ありますよね。その時に画面の左上とか右下とかにある HP ゲージをね、目視するわけなんですけれども、その瞬間がね、すごく嫌いなんですよね。せっかくさっきまでキャラクターと自分の脳みそがね、しっかりリンクしていて、まさにそれこそロールプレイ、そのキャラになりきっていたのに、ゲージを目視で確認するという作業を挟むことで、リンク感がね、断ち切られてしまうような感じになってしまうんですよね。このゲームではそういったリンク感をね、大事にしていこうっていうね、思想をもとにね、制作を進めてますので、例えば体力ゲージとかだったらね、残り体力が少ない時にダメージを受けるとひるみ方がちょっと大げさになったりとか、そういった見た目感覚的に分かるような違いでプレイヤーのね、力の残量っていうのがどれくらいあるかっていうことをね、把握できるようにしていってます。今回は MP ですね、魔法攻撃などを使う時に消費する力、これの残量をリンク感を崩さずにね、プレイヤーに伝えるためのシステムっていうものがある程度出来上がってきたので、皆さんに共有していこうかなと思います。ではまず最初に MP を消費する技をね、紹介していきたいと思います。と言ってもね、今のところ実はね、2つしか MP を消費する技がないんで、これからね、もちろんどんどん増やしていくんですけど、とりあえず紹介していきます。1つ目がフォースですね。なんだかこう緑色の小さなおじいちゃんが教えてくれそうな技ですね。魔法エネルギーメイを前方に射出します。ガードをブレイクする効果があって、さらにガードしてない相手に当たった場合は吹っ飛ばして転倒させるっていうね、結構強力な技ですね。ため時間はちょっと長めなんですけれども、発生さえしてしまえれば出し得な技っていう感じになっています。受ける側としてはガードしてもね、結構不利を押し付けられちゃうんで、サイドロールでね、かわすっていうのが一番いいかなと思います。もしくは発生前を叩くっていう感じですかね。続いて2つ目が武器転送魔法ですね。こちらは武器投げとかとね、セットにして使われることが多いんですけど、そもそもね、まず武器を投げるっていう行為が結構強いので、その投げた後のデメリットですよね、片手武器が1本なくなってしまうっていうものを帳消しにしてくれる武器転送魔法というものがあります。これもすごく便利なんでね、 MP の制限がなければもう止めどなくね、何度でも使いたくなってしまうような技になってますと。 MP の制限のかけ方ってゲームによってね、様々あると思うんですけど、例えばダークソウルとかだと FP ゲージっていうものがあってね、その FP の総量が制限になってますよね。これは割とポピュラーな方法で、ほとんどのゲームがね、この総量で規制をかけるっていうやり方をね、取っているかなと思います。ちょっと変わり種でいくと、ソルト&サンクチュアリっていうね、2D のソウルライクの決定版みたいなね、ゲームがあるんですけど、近々なんか2も発売されるみたいなんで、個人的に楽しみにしてるんですけど、ソルト&サンクチュアリの1の時はね、結構面白い制限のかけ方をしていて、まず魔法の属性がね、2つあるんですよね。空の属性と火の属性っていうね、空の属性っていうのは、いわゆる雷魔法のことなんですけど、そのどちらか一方をね、ずっと使い続けてると、どんどんね、オーバーヒートゲージ的なものがね、溜まっていくんですよね。一定以上そのゲージが溜まっちゃうと、スリップダメージがね、発生するっていうね、なんかこうエンジンをずっと回転させ続けてオーバーヒートしちゃうみたいなイメージなんで、僕個人的にオーバーヒート型の MP 制限っていう風に呼んでるんですけど、このオーバーヒートの解除の仕方がさらに面白くて、ずっと空属性ばっかり使っていて、空属性のオーバーヒートかかってしまった場合は、反対にね、火属性の魔法を使うことによってオーバーヒートゲージをね、減少させることができるっていうね、結構かなり独特というか、プレイしてて面白いなっていう感じた MP の制限方法でしたね。で、僕たちが作っているこのゲーム Q プロジェクトの時はダークソウルのようなね、 MP の総量で規制をかけましょうっていう方法でやってました。ただその総量の把握っていうものをね、感覚的に分かりやすくするために MP の最大値を3に固定して、 MP のね、それぞれの技による消費の量も1とか2とかもう整数だけでいく、しかも最大値が3っていうね、めちゃくちゃシンプルな MP 総量規制をかけるっていうアプローチでね、リンク感を崩さないようにやってたんですけど、新プロジェクトではちょっとね、ソルト&サンクチュアリっぽいシステムに変えようかなと思っていて、つまりオーバーヒート型の MP 制限ですね。フォースや武器転送などの名誉を消費するアクションを行うと、このようにプレイヤーの足元にね、なんか危なそうなね、雷がバチバチしてるようなエフェクトが出始めます。これを無視してひたすら魔法系の技をね、こすっていると、このように、これがこのゲームでのオーバーヒート、またの名を地罰と言います。そうですね、前回の動画でひたすらね、熱く語った地罰っていう要素をここにね、持ってくることにしました。このエフェクトとかはね、手持ちにあるアセットの中からパッと選んできたやつなんで、なんで地罰が氷の結晶なんだよとかね、いろいろ突っ込みどころあると思うんですけど、システム的にはフォース一発でオーバーヒートゲージが30加算されます。武器転送魔法だと20ですね。この加算値が100を超えると、その3秒後にね、地罰が襲ってくるっていう風な仕組みになってます。で、その予兆となる
る足元の雷がバチバチしてるエフェクトなんですけど、このバチバチの度合いがね、自分がどれだけオーバーヒートしてるかっていうね、その具合によってそのバチバチ感も変わってくるので、そういった足元とかを見ながら感覚でね、オーバーヒートの度合いを把握していくっていう風になってます。で、この千抜の結晶なんですけど、今エフェクトでねやっちゃってるんで、もう3秒後ぐらいにね必ず消えていくっていう風な仕組みになってて、これはねちょっと将来的に変えようかなと思ってます。エフェクトじゃなくてちゃんとねオブジェクトでマップ上にねスポーンさせて、しかもそれがねフィールドにずっと残るっていうね。でさらにその千抜の残った結晶を武器で攻撃したりすると砕けて破片が飛んでいって、その破片を当てるとダメージを与えれるみたいな、戦闘にも活かせるオブジェクトとしてフィールドに残るっていう風にできたらいいなと思ってます。これねタイマンだともう千抜が登った時点でほぼほぼ勝負確定なんですよ。というのも千抜のダメージがだいたいね HP の8割とか8割5分ぐらいあるんで、ほぼほぼ千抜が登った時点で負けは確定なんですけど、例えば複数戦だったりとか、あと 2on2 とかね、そういう戦いの時に相方が千抜でやられたけれども、その相方を打った千抜を利用して逆転するみたいなね、そういうことができれば面白いかなと思うんで、今はエフェクトでやっちゃってるんですけど、ちゃんとね後々オブジェクト化して戦場にね影響を与えるような仕組みにできればいいなと思ってます。ちなみに今ねこの千抜って必中なんですよね。100を超えると必ず当たるっていう仕組みになってて、これもねちょっと理論上かわすことはできますぐらいにしようかと思ってるんですよね。なんかのフィクションで読んだんですけど、首吊りの刑を1分間耐えるとなんか罪がなかったことにされるみたいな、すげえロマンあると思ったんですよね。特定のフィールドで特定の座標に立って、でそこで千抜が登った瞬間にジャンプして隣の木で壁ジャンプすると一応理論上避けれるらしいみたいな、そういうめちゃくちゃ極端な例なんだけど、一応なんか遊びの幅があるよねみたいなものを入れれたらねちょっと面白そうだなとか思ってますね。千抜が登るぐらいね魔法を酷使して、さらにねその千抜すらも免れることができれば、もう戦況的にかなりアドバンテージありますよね。もうそれこそほぼ勝ち確定みたいな、そんなロマンのねある勝ち方があってもいいんじゃないかなと思ってます。ただ現状は必中ですと。ちなみにこれ空中でねオーバーヒート100以上になった場合、ちゃんとね着地してから綺麗にね着地狩りされるんで、なんか面白い避け方みたいなのを思いついたら避けれるようにするかもしれませんという話でしたと。こっから先は余談になるんですけど、前回の動画で千抜が登れば竜が降るっていうタイトルをね発表したじゃないですか。でめちゃくちゃ反響があって、コメントでねかっこいいとかクソだせとかねいろいろたくさんコメントいただいて、すごい好き嫌い分かれるタイトルだと思ったんで、楽しくコメント欄ね読ませてもらってたんですけど、一個ねちょっと伝えといた方がいいかなっていうことがあったんで、ちょっとねお話しします。いきなりなんですけど、僕民主主義ではゲームって面白くならないと思ってるんですね。どういうことかっていうと、そのゲームの面白さに対して責任を持てる人、例えば立場で言ったらディレクターとかですね、このゲームだったら僕なんですけど、その一人の脳みそでもう独裁的に方針をね決めていくべきだと思ってるんですよ。例えばフロムソフトウェアの宮崎秀隆さんとか、小島プロダクションの小島秀夫さんとかね、そういうカリスマ性ある方がどんどん言葉は悪いかもしれないですけど独裁的にやっていった方が面白いいいものができるんじゃないかっていう、これ仮説ですね。仮説があって、なんでいやいや多数決で決めていった方がええやろってね思う人はもう全然聞き流してくれて大丈夫なんですけど、なんで僕コメント読むときその表の色っていうのは見ないようにしてるんですよ。タイトルめっちゃかっこいいですねとか、このタイトルクソダサいやんっていわば表の色しか書いてないんですよ。賛成か反対かだけみたいな。その表の色とか数に影響されるべきではないと思うんですよね。僕が一番もらって嬉しいコメントっていうのは、なぜその色の表を入れたのかっていう考え方ですね。その人がどういう考えでその表を入れたのかっていう、そこまで書いてくれるコメントがめちゃくちゃ嬉しいんですよ。例えば反対派の意見の人とかでも、その人がなぜ反対しているのかっていう考えが書いてあると、それはねしっかり理解したいんで、5回6回10回とかね読み直してでもその人の言ってることを理解しようとするんですよ。その考え方に触れた上で、僕の気持ちが変わるんであれば方針をね変えていくこともあると思いますし、なんでね一番申し訳ないなって思ったのが、結構ね5、6行とか長文でコメントくれてるんだけど、表の色についてしか書かれていないように僕が思ったコメントが何件かあって、その背景というか考え方まで書いてくれるとありがたいなっていうふうに
思ったんですよね。だって多分そういう長文のコメントって結構書くのに時間かかると思うし、僕のことを思ってね書いてくれてると思うんですけど、せっかくね書いてくれたのに、色についてしか書いてないんで、僕は一回ね読んで終わっちゃったんですけど、それってすごいもったいないなとか申し訳ないなっていう風に思ったんで、ちょっとね僕がコメントを読む時のね基準というか、そういうものをね、全部もちろん1回は読んでるんですけどね、全てのコメントを、一度こういう話はしといた方がいいかなっていうことでねちょっとさせていただきました。欲を言うとね、その考え方の先にあるね、こうしたらいいんじゃないのみたいな提案とかまであるとめちゃくちゃ嬉しいなっていう感じですね。これ全部僕のわがままエゴなんで、全然無視してもらっても大丈夫です。その色だけね書いて全然コメントバンバンしてくれていいと思いますし、かっこいいとかクソだせとか、もうそれだけでも全然ねコメントくれるだけでね、読んでて楽しいんで、ただ一応ね僕の受け取り方みたいなものはちょっと共有しといた方がいいかなと思ったんで、今回こういう話をさせていただきましたということでね、今回もたくさんねコメントいただけるとありがたいなと思ってます。じゃあ今日はこの辺で失礼します。お疲れ様でした。